皆さんこんにちは。Welcome to the first episode of Saya's Onayami Radio. This radio series is entirely in Japanese, but you can download transcripts with and without free Ghana and English translation by joining Patreon membership. Find the link in the caption and let's get started. Saya's Onayami Radio. Saya's Onayami Radio. It's difficult to say. Saya's Onayami Radio. 何のことと思っている方がたくさんいるかもしれませんが、それもそのはず、このチャンネルではまだ全くお知らせしていなかったので、今お知らせします。すみません。この度、さやずお悩みラディオという新しいプロジェクトを始めます。さやずお悩みラディオでは皆さんに最近悩んでいることとか共有したいことなどをメールで私に送ってもらって、で私がこのチャンネルでその解決策を提案したり質問に答えたりするという企画です。最近私自身が日本のラジオをちょっと聞いていて、こういうふうに、リスナーさんと交流する機会があるのはとてもいいなと思ったので、さやずポッドキャストのチャンネルでも始めることにしました。お悩みの内容は日本や日本語に関することでも、友達関係とか仕事とか個人的な悩みでも何でも大丈夫です。お悩みは英語でも日本語でもいいので、送り先はメールアドレス info@sayajapanese.com 詳しくはキャプションを見てください、まで送ってください、ニックネームを忘れずにつけてください。そして実は先日インスタグラムの方ですでにさやずお悩みラディオについてお知らせして、ですでにメールで、お悩みを送ってくれた方たちがいたので、今回のエピソードで早速一つ回答していきます。今回回答するのはドイツ在住のエラさんからのお悩みです。エラさん、お悩みを送ってくれてありがとうございました。エラさんのお悩みを日本語にしたものを、私が日本語にしたものを、読み上げていきます。今度日本で1年間留学しに行くのですが、すでにドイツの大学にいる日本人の女の子たちと連絡先を交換したり会ったりしました。その中で私が日本に行った時、私が着ている服とか見た目のせいで日本人にジャッジされるかもしれないと心配になりました。なぜなら日本人の女の子たちは、かなり控えめで人の注意を引きすぎない服装をしていることが多いからです。私は普段タンクトップやショーツなど自由な服装をすることが多いですが、そのような服装では日本人の女の子たちは、私のことを安い見た目とかステレオタイプな西洋人の女の子というふうに思わないか心配です。このようなマインドセットを経験したことがありますか？日本に行くときはもちろん日本の文化に合わせたいので服装に関して気をつけるべきでしょうか？というお悩みでした。そうですね、この悩みというか考えは私自身もいろいろ考えたことがあって、今でも日本に帰るたびに悩むというか考えますね。で実際に外国人の方からも日本に来るにあたって、肌を隠した方がいいですかとか、どんなルールがあるんですかとか、聞かれることもあるし、前にインスタグラムとかで私は日本ではこんなことを気をつけてますって言った時にそんなことは気にするべきじゃない、好きな服装を着ろみたいなことを言われることもありましたし、考え方はとにかくいろいろありますよね。まずは、エラさんが日本の文化とか、ルールとかに関して丁寧に考えてくれていることがとてもありがたいですね。服装とかではなくても電車で電話しちゃいけないとか、公共の場で大騒ぎしないとか、最近そういう日本のルールとか文化を全く守らない外国人とかもよく見るようになって、一度こういう話を
YouTube でした時にたくさんの方から自分は好きなことをするんだ、ルールなんて気にしないみたいな人がたくさんいたので、守る守らないにかかわらず考えてくれる人っていうのは本当に素晴らしいなと思います。でその上で服装のことを気をつけるならぜひなぜ気をつけるのかを考えてほしくて、それは本当に日本の文化を守りたいからなのか、それよりも周りの人に自分がどう見えるかを気にしてしまっているからなのかとか、エラさんのことをあまり知らないのであまりいろいろ言いたくないですけれども、安く見えるとかステレオタイプだと思われたくないっていうのはちょっと周りが自分のことをどう思うかを少し気にしすぎてしまっている感じがしますね。気持ちはとてもよくわかりますが、でも逆の立場だったらどうですか？例えば今ドイツにいてアジア人の留学生とかがいて、なんかすごく自分とは違う服装をしている。例えばじゃあ英語があまりわからない日本人でよく変な英語の T シャツとか着てる人いますよね。 I am better than anyone とか、そういうのを見てこの人頭悪いなとか思いますか？あんまり思わないというか、もし見たら面白いとかあんな服着ているとは思うけれども、それ以上の感情ってそんなに湧かないですよね。あの T シャツ着ているからあの人はバカなんだとか、頭が悪いとか、安そうとか、ステレオタイプの日本人とか、そこまであんまりみんな、人の服装に関してネガティブな感情とかそれで決めつけるってことはないと思うんですね。なのでエラさんのことも日本にいる人たちが見てもそこまで安いとかステレオタイプとかまで考えないと思います。なのでまずは日本の文化を従っているかとか、日本にいるとか関係なしにどこにいてもぜひ周りがどう思うかを気にせずに過ごしてほしいなと思います。ただ私自身も特に昔よく気にしていたので気持ちはすごくわかります。で、その上でもし自分の服装のせいで日本で周りの人を不快にしたくないとか文化を尊重したいというのであれば、少なくとも例えば授業とか仕事とかオフィシャルなイベントがあるときはすごく短いショーツとか胸元が見えすぎてしまうトップスは避けるとかだけでいいと思います。ちなみに日本人女性が控えめな服装をするのはそういう服装がおしゃれだからとか高そうに見えるからとかいいからっていう人も多少いるかもしれないですけれども、もっと多そうなのはそうじゃないと周りに文句を言われたりセクハラや痴漢盗撮の被害に遭いやすいからという場合も結構多い気がします。例えば私自身もさっき言ったように日本に帰るたんびにどうしようって悩みますが、私は他の人が自分をどう思うかっていうのは気にならないけれども、露出が多い服を着ている時の男性からの目線っていうのが本当に気持ち悪い目線を経験したことがあるし、日本で性被害に遭ったことも公共の場でね、電車とか、図書館のトイレとかで、会ったこともあるし、あとは日本の性被害の多さも知っているので、私はどう思われたいというよりかは怖いから残念ながら好きな服装を着たいけれども少しでも露出が多い服を着ると、性被害に遭ったりするのが怖いから、控えめな服装をしていることが多いです。なので、私は個人的にはもう
人がどう考えるかは気にしない方がいいと言いたいところですが、でもやっぱり自分が一番快適で落ち着く服を着るべきかなと思います。日本に来てみていろんな服を着てみて、でどれが一番落ち着くか試してみるのがいいかな。もしその普段着ているようなタンクトップとかを着て電車とかに乗ってなんか見られているかなとか、こういうふうに思われているかなと思って落ち着かないようだったら、それは自分に合っていない証拠だし、自由な服を着てみてやっぱりこっちの方が楽だな快適だなって思うならそっちが合っているので、とにかく自分に、今これは快適ですかと話しかけてみて、快適だなと一番思うものを着てみてください。ちなみに、東京とか大阪とかに留学予定ならば今、外国人がどんどん増えているので、日本人も結構慣れてきているんですね。なので昔のように外国人が一人いるだけで外国人みたいな感じもなくいて当たり前の生活になってきたので、結構意外に日本に来てみたら勝手に馴染む可能性があります。はい。なので日本に行ってみていろいろ試してみて、自分がどの服装で一番落ち着くか分かったらぜひ、またご連絡ください。ではお悩みを送ってくれてありがとうございました。このラジオ本当は一つ一つの質問に対して短く、カジュアルに答える予定なんですけれども、今回の質問は私自身がすごく、今まで考えていたことなので、長くなってしまいましたが、最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さんもぜひ質問でもお悩みでも、最近あった共有したいこと、メールに送ってください。メールアドレスは、このエピソードのディスクリプションのところを見てください。ではまた。